幸せになるにはどうすればいいのでしょうか。すごく高い山のような階段を登らなければいけない。普通の人は大抵こんなイメージをしています。実は幸せになるのにそんなにたくさんの階段ってないんです。なんとたったの7段なんです。幸せになるために必要なことは7つだけでいいんです。幸せになりたいという気持ちを持つ。不幸と幸せの正体を知る。上機嫌で生きる。体をいつも上機嫌にする。あなたの環境を今すぐ良くする。幸せバリアを持つ。人を幸せにする。たったこれだけで今日からあなたは世界一幸せな人になれるのです。すると世界一幸せな人が世界中にたくさん増えて地球がすごい幸せな星になっちゃいます。さあ、これからあなたの幸せの扉が開きます。この本の中に書かれていることは本当の実話です。たった7つの魔法で頑張らなくても勝手に幸せがやってくるの？と思うのが普通だと思います。でも本当にそうなんです。小さい時、あなたにはいっぱい夢があったはず。例えば、女の子はみんなお姫様になりたいと憧れて、すごく綺麗なドレスの絵を描きました。こんな素敵なお家に住みたいと色鉛筆で一生懸命お家の絵を描きました。男の子は悪者をやっつけるヒーローの T シャツを着たり、たくさんの夢がありました。いつその夢を諦めてしまったの？いつ忘れてしまったのでしょうか？いえ、小さい頃から憧れていた夢は変わってしまったとしても構わない。諦めてしまった夢があったとしても構わない。それよりも大切なのは今から幸せになることです。あなたは幸せになるために生まれてきた存在。このことを今しっかりとあなたの心に刻んでください。そして頑張らなくても勝手に幸せがやってくる7つの魔法を使い始めてください。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は斉藤一人、頑張らなくても勝手に幸せがやってくる7つの魔法という本をご紹介したいと思います。最近ちょっと魔法というワードに敏感になっている僕ですが、今回も素敵な魔法書のご紹介です。なんて言ったって頑張らなくても勝手に幸せがやってくるんですよ。これを知らずにいる理由がないと思いませんか？著者は宮本真由美さん。外資系の生命保険会社に勤めるごく普通の OL だった宮本さんですが、ある人との出会いが彼女の人生を大きく変えることになります。その人は斉藤ひとりさん。彼女は日本一の大富豪であるひとりさんと出会い、ひとりさんの弟子として様々な教えを受けていきます。そして自身も実業家として大成功し、同時に大きな幸せを手に入れることになるのですが、その成功と幸せの教えを7つの魔法としてまとめられたのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか？全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。幸せになりたい。その気持ちを持つことが一つ目の魔法です。一つ目の魔法はものすごく簡単だよ。幸せになりたいと思うその気持ちなんだ。それだけでもう幸せの階段を一段登ってる？そうだよ。簡単だろ？これってね、例えば今からドライブに行くとするよね。どこに行きたいって
って聞いたら、なんて答える？そうだな。千葉の海が見たいとか、どこか行きたいところを答えるかな。そうだよね。どこに行きたいかわからないんじゃスタートできないよね。人生も同じなんだよ。自分はこうなりたいって自分で決めないと行きたいところがわからない。わからないとそこに向かっていくことができないんだよ。だから幸せになりたいって思う気持ちを持つことは、それだけで幸せに向かってしっかりと一歩足を踏み出したっていうことなんだ。すごく大切な一歩なんだよ。それにね、この世で起きることって本当はその人がいつも考えていることやその人が願っていることだけなんだ。自分自身の考えが現実を引き寄せているんだよ。だから幸せになりたいっていう思いを持っていると幸せなことをどんどん引き寄せるんだよ。だから一つ目の魔法は自分が幸せになりたいって思うことなんだよ。あなたはもう一つ目の魔法にかかっていますよ。幸せになりたいという気持ちがあなたに湧き上がっています。だってその証拠にあなたはこの本を読み始めているのですから。そんなあなたにいよいよ今からたくさんの幸せが始まります。すべての良きことが雪崩のごとく起きますよ。一つ目の魔法、幸せになりたい、その気持ちを持つことは、つまり自分は幸せになると心に決めること。それでは、この一つ目の魔法の三つのポイントをお伝えしましょう。1、幸せの道しるべ。幸せにしてもらおう。その不幸の依存体質をやめる。今考えると本当に笑ってしまう話です。OL 時代の私の夢は玉の腰に乗ることだったのです。その当時、成功法則の本を読んでいたら、夢はできるだけ具体的に描くと叶う確率が高くなると書いてありました。もう早速私はすっごいお金持ちの人と出会い、玉の腰に乗った自分をできるだけ具体的にイメージしました。私が結婚する男性は南の島を持っているくらいのお金持ち。私はその島に住んでいて、お天気がいい昼間は白いドレスを着て、白いレースの手袋をして、白いパラソルを差して、海に船を浮かべて優雅な時間を過ごすの。夜になると黒いイブニングドレスを着て、執事のジーヤが操縦するセスナに乗って、その島から近いカジノまで行って、綺麗なカクテルを飲んで、ちょっとほろ酔いのいい気分で、また自分の島にセスナで戻ってくるの。これが私の夢でした。もちろん、初めてひとりさんに出会った時もこの話をしました。ところが、ひとりさんは全く笑わずに、とっても優しい笑顔で私の話を聞いてくれました。そして、ひとりさんはこう言いました。本当にお金持ちになりたいの？ひとりさんはこぼれるような笑顔でこう続けて言ってくれました。それならなれるよ。なりな。そして何年か経ったある時、突然ひとりさんにこんなことを聞かれました。今、もう玉の腰に乗ろうとかあんまり考えてないだろう。今ならわかると思うんだよ。幸せっていうのは誰かにしてもらうものじゃないんだよ。自分でなるものなんだよ。幸せって自分の心で感じるものなんだ。まず自分がいつも幸せの方へと目を向けることをしない限り幸せって感じられないんだよ。よく誰か私を幸せにしてくれないかなって言っている人がいるけど、この人は誰かいい男の人が現れれば自分を幸せにしてくれるもんだと思っているんだよね。残念だけど無理だよ。どんなにいい男の人が現れても自分のことを幸せにはしてくれないんだよ。だって誰かに幸せにしてもらおうと思うのって不幸の依存体質だよ。そんな不幸の考え方のままで幸せになんてなれっこないんだよ。やめた方がいいよ。わかるかい？誰かに与えられた幸せや何か物に頼った幸せっていうのはほんの一瞬しか
心を満たすことができないんだよ。なぜかっていうと、誰かに幸せにしてもらおうとすると、もっともっとってキリがないんだ。無限地獄なんだよ。だから必ず自分の思い通りにいかなくなる時が来るんだよ。でも自分がいつも幸せに目を向けていると、本当の幸せは自分の心で感じるものだから、絶対に自分のことを裏切らないんだよ。人生がいつも幸せと二人連れになるんだよ。だから幸せになりたかったら、人や物に幸せにしてもらおうっていう不幸の依存体質をやめることだね。今私はたくさんの大好きな人でいっぱいの最高の幸せをいつも心から感じています。本当に心の底から玉の腰に乗らなくてよかったと思っています。幸せにしてもらおうという不幸の依存体質をやめるということをひとりさんから教わっていなかったらと思うとゾッとします。魔法のスイッチ。誰もあなたを幸せにできない。幸せにできるのは自分の心だけと知る。2、過去の呪縛を解きましょう。あなたに欠点はない。あるのは長所と個性だけ。ひとりさんはいつも私のことをすごく褒めてくれます。実際の私より 300% 大盛りにしてすっごく褒めてくれます。まゆみちゃんの声は大きくてよく通る。本当にいい声だね。とか、まゆみちゃんは背が高いからヒールの高い靴を履くと颯爽としてかっこいいね。とか。実はこれ、ひとりさんに会う前に私がいつも自分の欠点だと思っていたことなのです。私は小さい頃から声が大きくて、教室でも先生から、宮本、うるさいぞ、静かにしろ、とよく注意されていました。それから私は身長164センチメートルで、どちらかというと大きい方です。だから背の小さめな女の子を見ると、可愛くていいなぁ、なんて羨ましく思い、自分をできるだけ小さく見せたい、と心のどこかで思っていました。そんな私にひとりさんはこんな話をしてくれました。背が高いのは個性なんだよ。声が大きいのも個性なんだよ。人間ってみんなすごく個性的でとっても素敵なんだ。それなのになんで個性を欠点だと思って押し殺してしまうの？個性がなくなったらその人じゃなくなっちゃうんだよ。そんなことは神様が望んでないよ。神様はあなたのその個性を生かして磨いて磨いて輝いていきなさいって言っているんだよ。それに自分が欠点だと思っていることは実は自分のすごい長所だったりするんだよ。よく学生時代どんなことで親や先生から怒られていたかいって聞くと、みんな自分のこんなところがダメだったって話をするんだよね。ところが意外にもその欠点だと思ってきたことが実はその人の個性なんだよ。例えばね、遊んでばかりでダメじゃないかと怒られてきた人は遊びを考えるのが得意なんだよ。自分が楽しむコツを知っている人は人を楽しませることも得意なんだよ。それって立派な個性だよね。もっと言えば素晴らしい長所だよね。それなのにダメな方からだけ自分を見て、私はダメだ、俺はダメだって自分で自分を苦しめるようなことばかりしていたら幸せになんてなれないよ。人間って長所と個性しかないの。自分の個性は磨いて伸ばせばいいんだよ。まず欠点は自分の個性だっていうことに気づくことだよ。実は自分の欠点だと思っているところがすごい長所や魅力なんだよ。それに気がついて活かしてごらん。人生が面白いようにうまくいくよ。あなたが子供の頃いつも怒られていたことは何ですか？ずっと欠点だと思ってきたことは何ですか？今その過去の呪縛を解きましょう。だって実はそれがあなたの最大の長所で個性なんですから。魔法のスイッチ。自分の中にある長所や個性に気づこう。
3、自分に優しくする。手っ取り早く幸せになる魔法。私がひとりさんの弟子になると決めてすぐの頃に、ひとりさんからこんなことを言われました。いいかい？人に優しくする前に自分に優しくするんだよ。人に優しくするんじゃなくて、まず自分に優しくする。そうだよ。まず自分に優しくする、なの。自己重要感っていう言葉を聞いたことがあるかい？人は誰でもこの自己重要感を渇望してるんだよ。自分は価値のある人なんだっていう気持ち。これがないと生きていけないくらい渇望しているんだ。自己重要感が満たされていないとどうなるかわかるかい？誰か他の人から褒められたり、ちやほやされていないといられないとか、自分より弱い立場の人に威張ったり怒鳴ったりするんだよ。中には相手から同情を引くような話をしたり行動をする人もいる。病気になっちゃう人までいるんだよ。そうやって人からエネルギーを奪って自己重要感を満たそうとするんだよ。でも本当は自己重要感って自分の心の中にあるものだから自分自身でしか満たすことができないんだよ。だから自己重要感は自分のことを嫌っていたり愛していない人は満たすことができないんだよ。じゃあ自己重要感ってどうやって満たしたらいいの？それがさっき言ったまず自分に優しくするってことなんだ。もっと簡単に言うとさ、自分で自分を褒めればいいんだよ。何でもいいんだ。最近私よくやってるなとか、こんなに頑張ってて偉いなとか自分を褒めてあげるの。何か特別なことをしなくても、その日当たり前のようにやったことで自分を褒めてあげるんだよ。例えば今日も満員電車に揺られて会社に行って偉かったねとか、みんなに笑顔で接して偉かったねとか、そうやって自分で自分を褒めるのってすごい効果があるよ。そのうちに自己重要感がどんどん満たされてくるんだよ。私はそれから積極的に自分のことを褒めています。新しい髪型もなかなか似合ってて可愛いね。この服のセンスさすがだね。起きたての寝ぼけた顔も可愛いね。毎日早起きして元気で素晴らしいね。とか、ちょっとしたことです。それに最近こんな素敵な話を聞きました。自分を常に褒めていると脳に幸せ回路と呼ばれるものができるのだそうです。幸せ回路ができるとどんなことが起こっても、でもやっぱり私って幸せと幸せな気持ちに切り替える癖がつくそうです。しかもその回路は褒めれば褒めるほど無限に太くなっていくそうです。私の脳には多分自分をずっと褒め続けてきたおかげでかなり頑丈で太い幸せ回路がしっかりと作られていると思います。少々のことが起きても、大丈夫。でもやっぱり幸せと幸せな気持ちに切り替えられるおかげでものすごく人生が楽しいです。魔法のスイッチ。一日に何度でも自分のことを思いっきり褒めてあげよう。今日はとっておきの最上級の魔法を教えるよ。あれ？魔法は7つだったんじゃ。7つの魔法を着々とやり続けてきた人には、その後には最上級の魔法が待ってるんだ。それって何？いつからでも夢は叶います。いつからでも幸せになれます。遅いということはありません。この魔法との出会いがあなたを世界一の幸せへと誘う奇跡の扉です。もう二度と不幸にはなれません。覚悟してくださいね。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？斉藤ひとりさんのメッセージを伝えてくれる本は本当にたくさん出版されており、本チャンネルでもいろいろな本を紹介させていただいております。それらは斉藤ひとりさんご自身の本もあれば、お弟子さんがそのメッセージを伝えてくれるものもたくさんあるんです。本書もお弟子さんの一人である宮本真由美さんが普通の OL から弟子入りした頃に
ひとりさんにどのようなメッセージを受け、それをどのように受け止めたのかという視点の本になっているのですが、その立ち位置がちょうど読者の立ち位置に近いような気がするんです。なので、ひとりさんのメッセージを聞いて、こんなところに感銘を受けたんだ。こんなところに疑問があったけど、ぶつけてみたらこんな答えが返ってきた。という話がとてもリアルに自分ごとに感じられるんです。まるで読者自身がひとりさんの弟子の一人になったような感覚です。僕もハッピーになるためのいろいろな本を読んできましたが、斉藤ひとりさんのメッセージは、そのいろいろな要素に通じるところが本当に多いんです。例えば、ひとりさんが天国言葉と呼ぶ運気を上げる前向きな言葉があります。愛してる、ついてる、嬉しい、楽しい、幸せ、感謝してます、ありがとう、許します。これだけとっても、引き寄せや潜在意識、予祝などなど、いろいろな要素が入っているんですよね。そんな素敵な本書が現在 Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読むことができるんです。ひとりさんの本は Kindle Unlimited に本当にたくさん登録されているので、会員でない人はこれを機に会員になってみてもいいかもしれませんね。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で5つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。